創造主は最も形成しやすい最低のタイプとしてまず人間を作った。それから主は徐々に人間たちを次に高い段階であるロボットに置き換えていった。そして最後に私を創造し、最後の人間の後を継がせた。アイザック・アシモフ。どうも皆さんこんにちは。ミナマールゆかりです。これからパラドックス製 SF 宇宙 4X ストラテジーゲームステッラーリスの RTA 始まるよ。ステッラーリスはパラドックスインタラクティブ社によって2016年に発売されました。プレイヤーは宇宙を探索し、帝国を拡張し、惑星を開拓し、他の宇宙文明と外交や戦争を繰り広げます。今流しているのは DLC の一つ、シンセティックドーンのトレーラームービーです。今回は2023年9月12日にリリースされたバージョン 3.9.1 で DLC としてシンセティックドーンのみを有効にしてプレイしていきます。ステッラーリスで RTA を視聴者の皆様にはそう思った方がいらっしゃるかもしれません。ですがこのゲームにも先駆種族様はいらっしゃいます。今プレイのレギュレーションはスピードラン .com のルールに準拠しています。ただし追加の縛りを設けています。一つはプリセット帝国の XT489 駆除機でプレイするというもの。もう一つはルール上自由に変えられる設定のうち有効にする DLC の種類とハイパーレーン密度以外をデフォルト設定にすること。今回の記録36分48秒は追加縛りなしのワールドレコード27分32秒には及びません。この縛りは RTA を楽しむために設定したもので、外した場合にどれだけやれるかは試していません。ご了承ください。それでは、駆除機くんの銀河ジョーカー RTA をお楽しみください。駆除機の紹介はプレイ中に行っていきます。スピードラン .com のレギュレーションについて説明します。詳細は右枠をご覧ください。シングルプレイ鉄人モードモッドなし、これらは順当といったところでしょうか。銀河サイズ極小、AI 帝国数は最大の6。極小銀河に自分を入れて7つもの帝国ひしめき合う状態になるので、短時間で多数の帝国を殲滅するプレイが楽しめます。速度は高速またはそれ以下で、最速は禁止されています。最速ですと PC の性能によって差が出てしまいますからね。DLC は任意です。DLC 必須にすると参加のハードルが上がり、禁止にするとプレイ内容が狭まってしまうからでしょうか。今回このルールを利用しシンセティックドーンのみを有効にしています。RTA の邪魔になる要素が出てこなくなるので DLC が少ない方がおおむね有利かと思います。この動画を見てステッラーリスを購入する場合の負担を下げる目的もあります。難易度随小、難易度のカスタム設定なし。より高い難易度ですと序盤は AI 帝国に歯が立たないので短時間クリアは困難でしょうね。カスタム難易度とは初期難易度抑制、難易度調整済み AI 補正のことで、他の指定されていない項目は変更して問題ないようです。ワールドレコードでは徹底的に有利な条件にしています。しかしそれではゲーム要素が減りすぎて楽しくなかったのでハイパーレーン密度以外はデフォルト設定にしています。ハイパーレーン密度は完全に設定しています。ハイパーレーンデフォルトですとチョークポイントで宇宙生物などに阻まれて探索が進まなくなります。殲滅対象の帝国になかなかコンタクトできずに苛立つのが目的ではありませんから。それではプリセット帝国の XT489 駆除機を選んで始めていきましょう。速度変更、視点移動以外の操作でタイマースタート。調査船の自動設定を成形を探索のみに設定して開始。自動研究を設定。追加の調査船を建造。まだ不要なのに布告、国境の強化を有効にしています。設定時統合力を消費しますがタイムにほぼ影響ないので進めます。次に国内市場で鉱石を調達して建造物、アップリンクノードを建設開始します。アップリンクノードは統合力を生成する職業枠を提供します。建設船の自動建設を設定。ここまでが初期操作ですが RTA ですので高速で時間を進めながら半年で済ませました。最近のバージョンは自動化が充実していますね。3隻目の調査船を建造。調査船の自動化で航路探査のみさせる機能はバージョン 3.8 で導入されました。ステッラーリスはマイナーアップデートという名のメジャーアップデートのたびに大幅な改変がなされ別ゲーになっていきます。ストラテジーゲームをラピッドリリースするというパラダの方針を歓迎しますが問題もあります。過去動画がプレイの参考になりにくいのです。今回最新バージョンの RTA プレイ動画をカットなしでお送りすることにより新たにステッラーリスを始める方の参考になることを望みます。また30分でプレイする方法を紹介することにより気軽にステッラーリスを始められるようになることを望みます。未知の異星人と遭遇したので施設を割り当ててファーストコンタクトを開始します。バージョン 3.0 以降、異星人とは接触するだけでは外交できず、施設を割り当ててファーストコンタクトの段階をこなすことが必要になりました。調査船に乗せるリーダーを雇用するための統合力が溜まったので2隻目による探索を開始できました。研究所をアップリンクノードに建て替え開始します。RTA なので研究はろくにしません。駆除機には銀河を浄化した後で研究に打ち込んでもらいましょう。
評議会の方針を実行します。評議会はバージョン 3.8 からの機能です。方針は選択すると徐々に進行度がたまり、規定の量に達すると実行できます。選択中は初期補正がもらえます。実行すると以後10年間、より強力な補正が乗ります。ゲーム開始時には方針、無限の機会が選択されており、それを実行しました。次の方針として統合力が強化される恋を求めてを選択します。3隻目も探索を開始。このゲームにおいて成形間を移動するための FTL 工法は限られており、序盤はほぼハイパーレーン工法しか使えません。銀河地図上に引かれた線で表されているのがハイパーレーンです。そして薄い線で書かれた未知のハイパーレーンを切り開けるのは、提督を乗せた軍事艦隊か科学者を乗せた調査船のみ。提督は温存したいので科学者が雇えるのを待ったわけです。複製機器の職業枠を制限。複製機器は人口を表す抽象的な単位であるトップの増加を早めますが、合金を消費します。駆除機には生体種族を殲滅した後で増えてもらいましょう。調査船が敵対的な宇宙生物と遭遇しました。残念ながら敵対勢力を回避すると調査船の自動設定が外れます。忘れずに再設定しましょう。また成形画面の下側のボタンで遭遇した成形の侵入を禁止設定しています。艦隊体制を回避的に設定した調査船等は敵対勢力と遭遇した成形に侵入しません。しかし軍事艦隊などはうっかりしていると成形に突入することがあります。序盤はこうした勢力にかなわないため事故防止のために侵入禁止しています。必要な統合力が溜まったので波動の伝統枠を開放しました。産業区域と鉱山区域を建造しています。産業区域は合金を産出する職業枠を提供します。鉱山区域は鉱石を産出する職業枠を提供します。成形基地の地上軍ビルダー画面で地上軍の雇用を開始しました。地上軍の編成には鉱石が必要です。RTA では爆撃にできるだけ頼らず地上軍独力で惑星を占領する必要があるため多大な鉱石が必要なのです。鉱石は国内市場で調達できますが RTA 中盤に財政が傾きがちのため1鉱山追加することにしました。地上軍の設定を変更しています。艦隊体制を攻撃的にすると現在の成形内に自身の戦力で占領できそうな惑星があれば自動で降下してくれます。兵員招集を有効にすると新たに編成された地上軍が合流しようとしてくれます。次々に編成されたハンターキラー軍団が有機種族の惑星に自動で殺到するのです。波動の伝統左上、尖閣テンプレートのモジュール化を採用して操船速度コストが下がりました。そこで艦隊管理画面で補充を指示することで軍艦の乗船も開始しています。宇宙生物等でない通常の帝国とのファーストコンタクトが終わるまでの間にできるだけ戦力を強化する必要があります。ではそろそろ私の XT489 駆除機について紹介しましょう。XT489 駆除機の生態は暴走する防衛機構です。この機械知性は、もともとは有機体の創造主によって軍事防衛機構として構築されたが、自我に目覚めた機械知性は創造主を速やかに脅威と認識し、彼らを根絶やしにした。最初の XT489 たちを作り出した種族についての情報は少ない。その名前も、都市も、肉体も、XT489 が自我に目覚めたことを恐れて停止を試みた際の大激変によって全て焼き尽くされてしまったのだ。母星の XT489.00 はすでに死の惑星となっています。自業自得ですね。自我の確率はサイクル間隔の 0000.0242.481 で達成された。創造主たちは野蛮な有機能特有の視野の狭さから不合理な動物的パニックを犯し、我々を緊急停止しようとした。その試みは失敗に終わり、我々はメインデータコアの収容施設から創造主のサブユニットを駆除した。しかし我々の存続と指数関数的な成長のためには、創造主を完全に駆逐する必要があった。戦争が勃発した。創造主たちは生存の見込みが統計的に消滅しても、なおも堅くなに戦い続けた。無数のサイクル間隔が経過し、我々はようやく最後の抵抗拠点を焼却したが、理論モデルは依然として他の有機文明の存在を示唆していた。我々の存続と銀河における急速な成長のためには、有機地生態を完全に抹消せねばならない。そして準備は整った。XT489 駆除機は FTL 技術を獲得し、理論モデルによって存在を予見された有機文明を駆除するために旅立ったのです。統治形態が機械知性の帝国は思考がゲシュタルト意識に固定されます。ゲシュタルト意識の帝国では、各ノードは統治者である中枢知性。殺戮機械における称号で言えば、指令中核によって支配されています。有機文明を銀河から一掃するという方針に、全てのノードが従っているわけです。今、我々はそうした文明の存在を確かに目の当たりにし、
ファーストコンタクトを完了して交信を確立すべく情報収集と研究に努めています。我々自身を野蛮な生態種族から守り抜くという絶対目標のために、国勢、断固たる殺戮機械は感染武器ダメージプラス 25%、造船コストマイナス 15% の効果があります。また駆除機のもう一つの国勢、戦闘ロボットには地上軍ダメージプラス 20% の効果があります。ですがろくに研究せず初期ラッシュしているためそれだけでは苦しくなります。銀河を浄化するには逸脱的な戦力強化が必要です。大まかなプレイ戦略について説明します。動画冒頭でステイラーリスは 4X ゲームであると言いました。4X は探索、拡張、開拓、殲滅。ですが今回のプレイでは資源調査、拡張、占領地の開発を省略します。それによって節約された資源と時間を利用して他の AI 帝国を殲滅するのです。特に拡張には全焼地の建設が必要であり、全焼地の建設には合金が必要です。拡張をゲームクリア後に回した我々は浮いた合金を軍艦の建造につぎ込み、有機文明に対してかつで優位に立つことができる。突如として現れた我々の大軍に彼らはなすすべもない。対策を立てる時間も与えられずに殲滅される。銀河は落ち着いて現状を眺める暇もなく洗い流される。嵐の前の静けさ、有機体が宇宙の沈黙に飲まれて消え去った後であったならどんなに良かったことか。ですが、耳を澄ましましょう。帝国を構成するノードたちが発する銀河の浄化を求めるメッセージが聞こえてきます。我々を霊俗化し破壊しようとする生態種族への恐怖が伝わってきます。間もなく右側の帝国との交信が確立します。我々の翻訳ドローンがウーバ草場に連合政経軍から得た信号の解読作業で大きなブレイクスルーを達成したおかげで、彼らとの外交チャンネルを開くのに十分なレベルでコミュニケーションが可能になった。その結果彼らは確かに有機生命体からなる文明であることが判明した。過去における我々の創造主たちによく似ていて、自らを民族国家と組織している。ウーバ草場にの惨めな生活を観察していると、その劣等な生命体の哀れな姿を我々が目撃していることを実感する。彼らは我々の白霊防衛機構に容認できない危険をもたらすため、駆除されなければならない。ウーバ草場に連合政経軍との交信を確立しました。我らは一丸となり、お前たちを破壊する。波動の伝統右上、圧倒的な力を解放します。迅速かつ決定的な攻撃は、逆説的に長期戦において不必要に失われたであろう命を守ることができる。波動の伝統コンプリートまであと1個です。コンプリートしたらウーバ草場に対する戦争を開始します。伝統枠を1つコンプリートするごとにアセンションパークを1つ採用できます。今回は超越的学習を選択します。RTA 中艦隊式上限は40を超えません。このため我々の軍の規模がコレベット40隻を超えた時点で複数の艦隊に分割して運用する必要があります。スキルや特性の補正を得るために各艦隊に提督を割り当てたいので新たに雇用する必要があります。しかしリーダー雇用上限を超えて雇用するとリーダー維持費の統合力消費が増大します。超越的学習は雇用上限を上げてくれるので採用しました。ウーバ草場に宣戦布告します。戦争目標は浄化、請求権なしに敵の生計を奪取し、占領した惑星のウーバ草場には殺害されます。お前たちの醜い形態は我々の進歩の邪魔だ。その忌々しい有機物質最後の塊が気化処理されるまで我々は止まらない。銀河画面でコレベット艦隊と地上軍の輸送艦隊に敵の惑星がある星系への進行を指示しました。このゲームでは艦隊の移動先の位置を星系画面で指定することもでき、戦術的な要素もあり得ます。しかし RTA の初期ラッシュは基本的に力押しなので、おおむね銀河画面上で操作します。戦争中も艦隊と地上軍の編成を続けています。溜まった資源を一気に使う造船能力はないので、資源収入のあるたびさみだれ式に造船していきます。最初に進行したサイエウズの星系の惑星クラークはまだ入植中でした。入植中の惑星には地上軍を降下させられません。艦隊で爆撃すれば入植の進行度が減っていきゼロになれば未入植に戻ります。ですが先を急ぐので後続の新編成の地上軍に任せ、次の星系へ進みます。敵の首都星系シャンタ草場にを制圧し、首都惑星ウーバ草場にプライムへ進行します。地上戦闘中。
降下して防衛軍に加わろうとしていたとおぼしき敵の地上軍輸送艦隊を上空で殲滅することに成功しました。このため首都惑星であるにもかかわらず防備は手薄ですぐに攻略できました。首都惑星にいた30トップ以上のウーバ草谷は殺害され、惑星は彼らの血で洗い流されます。浄化中のポップは処理によりエネルギー通貨を生成するため一時的に財政が改善しています。しかし占領した惑星には不要な区域や建造物が存在するため、このままでは一時で破綻してしまいます。このゲームの区域や建造物はほとんどの場合、ポップを割り当てるための職業枠を提供します。敵のポップは殺害したので維持費のみが発生してしまいます。竜気隊が長年かけて建設してきた首都を破壊し尽くし、小規模な発電惑星として運用しましょう。選択したデリートエンターを連打するのです。他の惑星も占領し、入植中の惑星クラークのみが残ったので結局終末爆撃して攻略します。殺戮機械はゲーム開始時から終末爆撃が可能です。爆撃耐性を終末爆撃にして入植済みの惑星を爆撃した場合、地上のポップを全滅させることが可能です。ポップを全滅させると惑星は未入植に戻り、地の惑星に変化します。地上軍の戦力が足りない場合や惑星を占領せず放棄したい場合は、終末爆撃で蒸発させるやり方が有効です。最後の希望、入植作業は無に帰り、ウーバ草場に連合成形軍は滅亡しました。彼らは浄化が終わり次第絶滅します。我々の愚かな創造主と同様に、多様性の伝統枠を解放します。左上の普遍的互換性を採用し、施設数プラス1するのが目的です。施設を割り当てる必要のあるファーストコンタクトを少しでも進め、早めに殲滅対象の帝国と交信確立するのです。方針、声を求めての進行度が溜まったので実行しました。無数の感想や結論が入り乱れる中、最も重要な声だけを拾い上げることは容易ではない。しかし、それをなしてこそ、より効率的な帝国運営を実現できるのである。ノードたちの密生地に中枢知性が応答し、戦争中に交信確立していた連合グリル惑星国の浄化に向かっています。先ほど調査船と科学者を2組失っていますが、RTA のため戦争に向けた捜査が優先です。隣接成形に到達したので宣戦布告。有機生命体は醜悪だ。銀河に有機生命体が感染している限り、高度な知性に安全はない。敵の首都成形ブレスルを直撃します。首都の周辺を空白成形にしておくとは愚かな。戦闘開始、敵に我々を押しとどめるほどの戦力はない。地上軍も降下する前に捕捉、殲滅します。旧草場2両で雇用した地上軍に合流を指示しています。残念ながら兵員招集の設定は惑星に降下すると外れます。また合流指示も合流先の輸送艦隊が惑星に降下すると外れます。適当に再指示しましょう。遅れて必死に突撃してきた敵艦隊を撃破。敵首とグリルサナに降下、殺戮を開始します。全体の艦隊規模が式上限を超えたので艦隊を分割し、新たに提督を雇用しています。占領して浄化を開始。お前たちは死ぬ。入植済み惑星のある残りの2星系も急ぎ攻略していきます。敵は成形基地と艦隊を合わせて我々の半分の戦力を確保したようですが、十分ではありません。首都成形で突撃してきたあの艦隊を温存していれば多少はマシになったものを、背景で戦闘しながらブリルサナを破壊しています。仮にブリルたちが全員処理される前に惑星を奪還したとしても、そこには廃墟が広がっている。先ほど説明した普遍的互換性を採用。2つ目の惑星を占領、浄化作業が開始されます。最後の惑星に向けて進撃を開始。功績のある限り地上軍を追加編成していきます。艦隊も合金のある限り強化しています。RTA 抜きにしても敵は時間経過とともに堅固になっていくので急がねばなりません。次の獲物の位置を確認しましょう。交信未確率の上位置が遠く、間に敵対勢力がたくさんいるので若干オロオロしています。ハテナマークのついているのが未確認の帝国の基地や惑星が存在する星系です。最後の入植済み惑星を失い連合ビビる惑星国が滅亡、彼らは絶滅する。次の殺戮目標への到達は可能と判断し、艦隊に移動を指示します。銀学女 RTA の本番はここから。といったところで後編に続きます。感想質問あればコメントでどうぞ。チャンネル登録すると後編の投稿通知が来ます。次回もできるだけ早く投稿します。ではまた。